こんにちは、ハルトです。9 Now3 のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マーケティングのための因果推論偶然と相関の先へ進む因果思考、マーケ戦略を再定義する分析スキルとは、チェシュー・グダマッショングスは、現代マーケティングにおいて不可数となりつつある因果推論という考え方を分かりやすく解説した一冊です。ビッグデータの活用や AI 技術の進展により、データ分析の重要性はこれまでになく高まっていますが、多くのマーケターが相関と因果を混同し、誤った意思決定に浸る磁力も増えています。本書では単なるデータの傾向を読むだけでなく、なぜその事象が発生したのかという因果関係を正しく解明する力を身につけることが、ビジネスの成果に直結することを説いています。理論だけでなく、実際のマーケティング事務においてどう因果推論を活用できるのか、具体的な磁力や分析手法も紹介しており、専門的な等級知識がなくとも事件に落とし込める構成となっています。マーケティング担当者はもちろん、経営層や商品企画、データ分析担当者が余樹かを問わず学べる内容になっており、これからの時代に求められるマーケティング戦略を再定義するきっかけを提供してくれます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、因果推論とは何か。因果推論は観測されたデータから何が原因でどのような結果が生まれるのかを解明する分析手法です。従来のマーケティング分析では、2つの変数の相関、すなわち同時に剥落経験を発見することに重点が置かれていました。しかし、相関関係が因果関係を必ずしも意味しないことはよく知られており、真の原因をませもることでマーケティング戦略が背取った方向に進むリスクがあります。本書では、因果推論の概念を基礎から低に項に説明し、もしこの施策を指示としなければどうなっていたかという変時画像の考え方を紹介します。例えば、テレビ CM が売上市場にどれほど寄与したのかを測定する際へ、単なる売上増加との同時発生だけでなく、 CM を行わなかった場合の売上予測と比較し、因果関係を明らかにする必要があります。因果推論の重要性と正しいアプローチを理解することで、分析にリルチされたマーケティングの意思決定が可能となります。次に、相関と因果の違いとその理解の重要性。マーケティングデータの世界では、売上や利用率など様々な指標がかと相関する、同時に変化することがよくあります。しかし、A が増えたから B も増えたという相関だけに注目すれば、誤ったマーケティング施策が実行される危険性が生じます。本書では、相関と因果の違いを具体力とともに徹底解説し、なぜ因果関係を正確に理解しなければ競争優位が得られないのかを示しています。例えば、広告費を増やすと売上も上がるという磁力でも、実際にはテレビ番組の内容や機械要因、競合状況など数多くの別の要因が影響している可能性があります。正しい因果推論を行うには、こうした他の変数をコントロールしながら分析を進める必要があります。相関と因果の混同はビジネスリスクを生みやすく、分析強度を高めるためには両者の本質を深く理解し、仮説思考と実験的アプローチを意識することが求められます。さらに、マーケティング実務で使える因果推論の手法、理論的な説明にとどまらず、本書ではマーケティングの現場まで今すぐ活用できる因果推論の方法を写しています。特に注目されるのは、実験的デザイン、ランダム化、比較実験、AAB テストなどや、観察データを元にした因果推論手法、傾向スコアマッチング、差分の差分法、回帰、不連続デザインなどの紹介です。例えば、ウェブ広告の効果を測る A=B テストでは、顧客をランダムに2つのグループに分け、一方のみ広告を表示し、もう一方には表示しないことで純粋な広告効果を測定できます。また、既存のデータしかない場合には、同型手法などを駆使して意思的な実験条件を作り出し、因果関係を導き出すことが可能です。
それぞれの手法の利点と注意点をもとに、成功する企業はなぜ銀河推論を戦略の中核に据えているのかを理解できます。このような技術を使い分けることで、より的確なマーケティング戦略の立案が可能となります。そして、実用のマーケティング磁力による因果推論の応用、理論だけでなく、木田忠実は実用のビジネス現場まで行われたただずのマーケティング施策を題材に、どのように因果推論が意思決定を改善したのか、具体磁力を紹介しています。例えば、新商品キャンペーンの効果検証や、ロイヤルカスタマー育成施策への給与読分析、店舗レイアウト変更が顧客体験に与える影響など、それぞれのシーンでデータをもとに仮説を立て、施策実行前後を比較し、因果関係を解明した磁力が多数掲載されています。これらの磁力を通じて、理論が現場までどのように活かされるのか、そのプロセスや苦労、得られたインサイトまで体感できます。本質的な改善や新たな価値創出のためには、観察と思い込みだけではなく、厳密なデータ分析にリダ打ちされた意思決定が欠かせないことが伝わってきます。最後に、今後のマーケティングにおける因果推論の重要性、デジタルシフトや同チャンネル化が進む現代のマーケティング現場までは、消費者行動や広告効果もますます複雑化しています。本書では、そうした環境下でなぜ因果推論が今後のマーケティングに不可欠なのかを多角的に論じています。単に数字を添うだけではなく、なぜそれが起こったのか、次にどんなアクションを取るべきかを説明できる知見が企業競争力の原点となります。AI や機械学習による自動化が進む一方で、人間が戦略的に因果推論を活用することで、より良い仮説や新しい価値創出へとつながっていくことを示しています。これからの時代、分析力だけでなく、意思決定のスネを高めるための因果思考がマーケターや経営者にますます求められると言えるでしょう。結論として、マーケティングのための因果推論は、単なるデータの読み方や分析テクニックを学ぶための本ではありません。ビッグデータや AI の発展が進む今、マーケティング活動そのものが高度化し、求められるスキルも大きく変化しています。そんな時代において、単なる相関関係を追い求めるのではなく、本当に成果を上げる施策を見極める知恵が求められます。本書は、そのための理論と具体的実験力をテンスモーネにまとめており、これからのマーケターが身につけるべき因果思考という新しい視点を提供します。特に読んでほしいのは、データ分析に関わる実務者はもちろん、マーケティング戦略を検討するマネージャーや経営者、さらには商品開発やプロモーション担当者など、幅広い層の方々です。また、統計やデータサイエンスが苦手だと感じている方にも、分かりやすい言葉で書かれているため、安心して読み進められます。今後のキャリアや自社の成長において、本当に効果のある施策を極めたい方、最新のマーケティング分析手法を実務レベルで活用したい方には、まさに最適な一冊です。類述との最大の違いは、実務で使える因果推論を理論から具体例まで俯瞰できる点と、ビジネスの現場まで今すぐ役立つ知見に重点が置かれていることだと言えます。本書を購入することで、単なるノウハウ本では得られない成果につながる分析力を身につけ、他社との差別化を塗ることができるでしょう。ご支援いただける場合は、キーデン中ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。